フライヤー SR1 から進化したフライヤー SR2 を使って気づいた気になる点、そして特定の人への欠点などをお話ししていこうかと思います。 SR1 からの主な変更点はグリップとトリガー。特にグリップは角度が見直されており、本体から直線的に狙った位置に噴霧ができるといった改良がなされています。そのため握り方ないし持ち方は主に3パターンになるかと思います。くぼみに親指を入れて使うフライヤー SR1 に酷似した握り方、くぼみに親指を入れて人差し指でトリガーを引く握り方、フライヤー SR2 の形状を最大限に生かしたダブルトリガーを使った握り方です。この他中途半端な握り方をすると中指がトリガーに当たりエアーを吹き続け、塗料のキレが悪くなったりします。これは中指が当たらないように意識したとしても徐々に上がってくることもあるので、推奨した主な3パターンでの握りをおすすめします。そしてこれら握り方で使い続けているうちに気になったのが握り方による適正距離です。別用途で使ってた時に気になった点なので、プラモデラーの方はふーんってぐらいに聞いてください。フライヤー SR2 の形状を生かしたダブルトリガーの握りはスプレーガンのように長時間の使用でも疲れ知らずなのですが、プラモデルのように近くのものを塗ろうと腕を引くと脇が締まり、手首を返すような動きが難しくなるため、あまり近くでの作業に適しているとは言い難いです。そのため多くの方はくぼみに親指を入れてフライヤー SR1 のように握ったりトリガーを引いているとは思うのですが、そうなってくると別問題としてグリップの角度が変化したことによって生じる視認性の悪さです。フライヤー SR2、SR1 ともに大雑把に塗装する分には何も問題ありませんが、 SR2 に限っては狙いを定めて少量だけといった顔を近づけての作業においてチラチラっと目の前にガラス瓶が来て視認性を阻害します。なぜこのようなことが起こるか。それはグリップの角度と握りが変更され、 SR1 で言われた塗料が少し上に吹くというのを改善し、塗料が正面に吹くようにしたからです。私も SR1 の塗料が少し上に吹くについては前回の動画で揶揄していましたし、ただ SR1 では瓶が邪魔になることはありません。デザイナーも今主流となっているサフやクリアみたいに大雑把な塗装だけではなく、細かい塗装で目の前の瓶が邪魔にならないよう考えてデザインしていたのではないでしょうか。フライヤー SR2 を使ったからこそ思ってしまうシンプルなデザインながらも実は SR1 の方が優れていたのではないか、もしくはプラモデラに寄り添っていたのではないかと。もちろん人によって見る角度は異なるので一概には言えませんし、さっと吹く程度なら気になりません。ただ一度気にしてしまうと目の前のガラス瓶が気になってしまう。ついでに言うなら重さもフライヤー SR1 は 95g、 フライヤー SR2 は 111g、 16g と微々たる違いではありますが、握り方によっては上にある重心をしっかり支えられないので、エアブラシを振り続けると少々重く感じることもあります。そして個人的に最大の欠点となるのが100円ショップで購入できる代用の瓶がフライヤー SR2 では使用できないという点です。フライヤー SR 専用のガラス瓶は3本で1650円、1本550円と割高です。規格サイズの瓶なのですが、通常のスクリュー瓶とは異なり首が長く、スプレーなど多少圧がかかっても液漏れしないように工夫されたガラス瓶に使用されているタイプです。他メーカー品ですが、同じサイズで同規格のスプレー瓶が300円から400円ぐらいで販売されています。しかしながらそれでも高いと思った先人たちが100円ショップキャンドゥでガラス瓶を見つけてくれたのですが、フライヤー SR2 にはこれが使えません。純正瓶の外径が 24mm、 100円瓶の外径が 26.5mm と 2.5mm ほど外径が大きいのですが、半径としては 1.25mm 程度大きいぐらいなので、これまでフライヤー SR1 では使用できていました。しかしこれを良くないと思ったのか、フライヤー SR2 では土台を改良。憶測ですがプラスマイナス 1mm、 半径 0.5mm ぐらいの代用瓶でも使用が難しくなっています。これまでフライヤー SR1 で使用していた代用の瓶が使えなくなることで困る方は多いかと思います。もし使用したいのであれば、このアーチ状の土台を削るほかありません。
フライヤー SR2 に興味のある方の多くはプラモデラーかと思うので、削り作業は難なくこなせるとは思います。ただ高額になったフライヤー SR2 を購入後すぐに削るといった勇気は必要そうです。当然ながら正規品を買えといったご意見があるとは思います。しかしながら規格サイズの瓶に専用とつけたからといって1本550円は高すぎます。100円ショップのはガラス瓶にアルミニウムのキャップ2個に底皿、メッキ調の塗装にスプレー機構がついて110円と格安です。さらに安さを求めて代用の瓶として100円ショップのポリエチレン容器3個入りを使っている人もいるぐらいです。ホビーカラーのような一液でもシンナーを使っているので長期保管はおすすめしないけど、安さを求めるならありなのかな。ただ元整備士としては2液を使い本物の色で車やバイクのプラモデルを塗りたいって思ってしまうのは職業病でしょうか。違う用途でも使えるなら使いたいし、2液もシンナーを使うのでやはり長期保管するなら信用のあるガラス瓶を使いたくなります。それに洗浄用のラッカーシンナーはガラス瓶でなければ保管は難しいかと思います。そういった意味でも100円ショップの瓶に塗料を入れてそのまま使えるフライヤー SR は非常に魅力的だったのですが、この瓶が使えないのは個人的にも同じことをしている人たちからするとフライヤー SR2 の仕様変更は配役ないし欠点となるのではないでしょうか。そして最後に気になったのは、このフライヤー SR って本当に便利なのか。車屋みたいに塗料の丸カンが邪魔で隅に追いやられるよりはガラス瓶に入れておけば何色があるかなどの在庫管理にもなるし、タッチアップペンとして傷の補修にも使える。それに部屋に持ち込んで趣味にも使えます。ただ用途がプラモデルと限定的だと少々疑問です。購入した塗料を瓶に詰め替える。細くて口の小さい瓶なので慎重に。倒すと大惨事になります。希釈は使用しない期間もあるので最初と最後では曖昧になりそう。影響が出るほどとは思わんけど。そしてプラモデル用の塗料とは言ってもノズルの清掃は毎回必要でしょう。固まると手間ですし、固定の色専用にしとけば細部まで清掃しなくていいから楽かもしれないけど、それはエアブラシも同じような気がするし、余った塗料は戻せる。しかもエアブラシだといろいろなメーカーが試せるし、壊れた時の予備にもなります。この意見がどうなのか、本気でプラモデルやったらフライヤー SR の便利さがわかるかもしれないけど、いろいろと楽そうに見えても瓶に塗料を入れる作業で台無しにしてるような気がしてます。もしかしたら一般的なホビーカラーの内容量は 10g なので 15g の瓶に入れるのはさほど難しくないのかもしれませんけどね。洗浄が簡単なのは確かにいい。スプレーガンも瓶を使って洗浄シンナーを再使用してますが、キャップを付け替えるだけのフライヤー SR は楽です。ノズル交換、作業終わり用に4本と十分すぎる使い方ですが、サフとかクリアは硬くなるんで4番から柔らかくして3、2と使っています。このようにフライヤー SR2 の気になる点と欠点ではということで話をしてきましたが、いかがだったでしょう。全く関係ない、問題ないって人の方が多いとは思うけど、気になる人は気になるのでご了承ください。個人的にフライヤー SR はプラモデルだけではなく実際の車両などいろいろな用途で使おうと思ってたこともあって、純正瓶の 15ml より容量のある 30ml の代用瓶が使えないのは残念に感じます。色を詰めるのも面倒だし。フライヤー SR1 は生産されていないようなので、今後もし壊れたらフライヤー SR2 を買って土台を削るか、新たに吸い上げ式のエアブラシを買うか迷います。しかも SR2 になって本体が高くなってるっていうのもあるし、値下げは期待できないし。なのでアネスト岩田さんにはノズルセットではなく本体だけを売ってもらえるとありがたいです。もしくはフライヤー SR1 を廉価版として販売し続けてくれると嬉しいのですが、難しいのかもしれない。しかしながら私だけじゃない、プラモデラーとは異なる業界の人も興味を持ってますし、この機会に販路を拡大すると思ってぜひお願いします。あと、もしこれを見てた方で画期的な塗料の入れ方知っていたらぜひ教えてください。ではでは、三鷹でした。またね。